はい、金坊主です。今回は2週連続ソロキャンプですね。そして2週連続森のテラス、2週連続森のテラスの1番というところで、ぐっとね、より入って、で、テントスペースをしっかり確保した状態で、スノーピークのゼイズプロを設営します。で、設営しました。今回は完全なるおこもりスタイルでいこうかなと思いますので、ほぼほぼもう地面見えない状態にしています。これでね、完璧。でさらに、寝床はね、サムトピアってところからマットいただいたので、また後でね、喋りますけれども、このなんかホテルよりも家よりもいいスタイルでぐっすり眠る。それをするためだけにね、今回キャンプに来たと言っても過言ではございません。そして今回はゼンちゃんとキャンプです。まだね、今回あったかかったんで暖房とかつけてないんですけれども、結構寒がりなので、今回はぬくぬくとね、ストーブも持ってきてるし、オイルヒーターも持ってきてるし、この子がね、寒くないように、そしてのんびりとね、テントの中でうろうろできるように、全面お座敷スタイルで行こうかと思います。森のテラスはね、600ワットまで使えるんですけれども、いろんなものを使ったらですね、この下にホットカーペット引くのはちょっときついなと、スノーピークのね、ダウンソックスを持ってきました。ロイヤルギアで、ブラック会員以上やったら買えるみたいな感じでしたね。めちゃくちゃあったかかったです。いやもう正直ね、冬のお座敷キャンプこれマストやなと思いました。歩けるし、蒸れるし、蒸れるのはしゃあないんですけどね。スノーピーク、広島の福山店でしか買えないと言われているフライパン。出張でちょうど行ったので買ってきました。前から欲しくてね、なんならスノーピーク製品一番欲しかったかもしれない。鉄板。フライパン。ちっちゃいのと大きいのあるんですけれども、今回はですね、ソロなのでちっちゃいやつだけ使おうかなと思います。鉄のね、フライパン結構いろいろ持ってるんですけれども、これはなんかそのね、一つの鉄をカン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 叩いてですね、こんな感じに仕上げてると。いろいろとこう使うまでのね、作業とか使ってからもメンテナンスいるんですけれども、それをこう超越した憧れとロマン。家族には一切共感されませんでしたけど、マルチグリドルの方がって言われちゃいましたけど、それでもやっぱこれはいいなと思うので、私はこれを押していきたい。で今日はね、焚き火もしないし、特に何かこれをするってことはないので、ちょっと仕事したりとか、本読んだりとかしてね、のんびり過ごそうかなと思っております。することないんですよね。こう時間を持て余すというか、逆にその時間をこうどう贅沢に使うかみたいなことをね、よく考えるので、12月としてはあったかいけれども、さすがに寒いので、ストーブつけました。スノーピークのグローストーブですね。タクードと悩んだんですけど、タクードでも多分いけたかなと思うんですよね。この後、室内の温度見てたら28度とかなってたので、いけたなと思ったんですけど、何度も言うように今日はワンコがいますから、僕はある程度服着てもね、我慢したらいいけど、ワンコはあんま我慢できないので、ちょっと暑いなぐらい、ぬくぬくしてるなぐらい、部屋、幕内、温めていこうかなと思います。で、本ずっと読んでたんですけれども、一冊読み終わって、もう一冊読もうと思ったら、もうさすがに勘弁してくれと。そろそろなんかこう、飯の時間にしようぜみたいな感じで来ちゃったので、ご飯作っていこうかなと思います。
今回はスノーピークのゼイズプロにスノーピークの説法祭で発売された、ランドロックとかにも使えるヘキサマットセットってやつを敷いてます。ちょうどジャストサイズでね、後ろのインナーの前の空間にちょうどジャストサイズ。なんでこんなに何度もちょうどジャストサイズかというと、雨が降ったらちょっと染み込んでくるぐらいジャストなんですよ。なので、ちょっと後ろの部分を折りたたんで、インナーの中にちょっと食い込ませるぐらい入れて、雨が降っても大丈夫なぐらい。それぐらいテントにジャストフィットしてるんですね。で、それをすることで、もちろん、例えばこの今のドッグコットのちょっと裏ぐらいとかは砂利が見えるんですけれども、ほぼほぼテントの中移動してても砂利がないという状態なんで、ワンコもあちこち移動しても基本的に汚れることはないというスタイルにこのゼイズプロはできると。もう一つコンセプトとしては、ほぼほぼ今回はスノーピーク製品で揃えようというような形で、例えばドッグコットもワンコの服も、今ドーンと足を置いているテーブルも、そして今リクライニングチェアも、なんなら左上にある一酸化炭素チェッカーも、ほぼほぼスノーピーク製品で固めてきました。ある程度ね、スノーピーク製品でほぼほぼ固めれるっていうのは逆に強みかなと思いつつ、集め出したら終わりがないというか、新製品も出てくるし、金が持たんというところがあるので、そろそろちゃんと考えなあかんなと思ってはいるんですけれども、いろいろね、揃えちゃえるので、とことんいけるとこまでいっちゃおうかなとも思ってたりはします。こんな感じで肉食って、お寿司食って、グダグダして、でもう眠たいんでね、寝ようかと思うんですけれども、で、朝なりまして、朝ごはんも食べて、さあ片付けていこうかなというところで、雨です。そこまで雨降る予報じゃなかったんですけど、もうザーザー降りでしたね。で、今回はですね、このサムトピアのマットを PR 案件いただきまして、私は今回シングルサイズの30センチ厚のものを提供いただきました。今までいろんなメーカーのエアーマットとかインフレーターマットを買ってきたんですけれども、そんなにね、寝れたなっていう感覚のマットはなくて、やっぱり家のお布団が最高やなと思ったんですけど、これは段違いでしたね。で、膨らませる時もですし、空気抜く時も、専用のポンプがついてるんで、めちゃくちゃ楽でしたし、空気抜く時ですね、見てたらわかるんですけど、空気抜くって開けた瞬間空気シューッと抜けていくので、ある程度抜いて、で最後の仕上げでポンプで、マックス空気を抜いていくと。じゃあサイズ的にもかなりコンパクトになるので、キングサイズまであるので、キングサイズまで行くと結構でかいかなと思いますし、そもそも、僕は今回一番分厚い30センチのやつにしたので、インナーテントの中でもだいぶ主張強かったですから、車中泊とかするならもう少し薄いタイプを買ったらいいかなと思います。で、お値段がだいたい4万から6万ぐらい。結構お値段するんですけれども、いろんなものを買ってあかんかったなって思ってる方はですね、もう行っちゃってもいいんじゃないかなと思います。キャンプのマットでね、ちょっと気になってるなって方は一度ご検討ください。ゼイズプロはね、いろんな動画で喋ってるんであれですけど、私が今まで買ってきたテントの中でトップ3に入りますね。それぐらいいいです。ゼイズプロ悩んでる方はとりあえず買った方がいいと思います。火の打ちどころはないなっていうぐらいいいテントですね。収納もある程度コンパクト。オートキャンプやったら問題ない。お座敷スタイルにしようと思ったら、お座敷スタイルにできるぐらいの広さはある。気になる方はですね、スノーピーク行ってもらってちょっと設営してもらったら、なるほどなと。これはテントやと思ってくれはるかなと思います。
何回か動画、新作テントの紹介動画上がってくるかなと思いますが、こんな感じでだらっと喋ってたりとか、製品のレビューしたりとかしてますので、よければ、よくないねよりもいいね、チャンネル登録、コメントもいただけると嬉しいです。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.